こんばんは、佐藤ささらです。前回は仮組みを終え、説明書を使った解説のところで終わりましたので、これから組み立てのために内部の塗装に取り掛かろうと思います。ですが、その前に仮組みした機体を部品に戻さないといけませんね。それでは作業に入ります。まあ、マスキングテープを剥がしていくだけですが、小さい部品がありますので、紛失や破損のないように注意です。はい、作業完了です。ですが、内部塗装の前に、処理しておきたいランナーアートを削りたいと思います。とは言っても、全ての部品に施すわけではありません。本当は全部ランナーアートを削った方が良さそうなんですが、例えばこの部分、翼の前縁部分と、胴体のこの部分、しっかりとランナーアートが目立っています。しかしこれらの箇所は組み立てた後にでも削ることができますので先に伸ばします。今から作業する箇所は、この部分ですね。モールドの中に跡が残りますから、何かしら目立った時にデザインナイフの刃を突っ込むなど余計な仕事が増えそうなので、魅力の前面は、組み立て後に削りにくそうだし、強度的にも微妙。というわけで、部品の時点で作業した方が良さそうだからです。ランナーアート削りました。これで内部の色を塗れますね。こんばんは、鈴木つづみです。塗装、デカール作業を担当します。よろしくお願いします。さて、内部の塗装ですね。飛行機模型では、最初に胴体の中を塗っておかないと、後が困りますからね。この製品はタミヤの製品なので、説明書には当然タミヤカラーの指定になっています。ただ、ミスターカラーの方が扱いに慣れていますので、今回は長谷川の色の指定を参考にします。使う色は、ミスターカラー60、グレー02ですね。今回の ME109 の機内色ですが、なんと上面色にも使います。かなり珍しいケースですね。でも思いかけず塗料を一つ節約できてよかったです。それでは塗っていきましょう。機内の色はこのグレー02の仕様が大部分を占めます。ただでさえ72分の1の飛行機模型は小さい上、ME109 はその中でも小さい機体なので、筆塗りでささっと塗ってしまいます。部品も細かいので筆で塗っても筆ムラは大丈夫でしょう。ケーキパネルと一部の部品にブラックグレーを塗るようになっています。機内の色の塗装が終わりました。操縦席の塗料が乾いたら、シートベルトとケーキ板のデカールを貼りましょう。デカールを貼る場所にマークセッターを塗っておき、デカールを貼り付けます。一応、上からもマークセッターを塗ってデカールを軟化させて密着させます。そしてさらに、映像を撮り忘れましたが、経年劣化でシートベルトのデカールが割れたり離れたりしないように、仕上げに使用する艶消し塗料を筆で簡単に塗っておきました。これでデカールを保護できると思います。これで内部塗装など完了しました。次は組み立て作業になりますね。ささらちゃんに頑張ってもらいましょう。さて、またお会いしました。いよいよ、最初の組み立て作業に入ります。いつものことなので説明は不要かもしれませんが念のため解説しますと、組み立てと申しましたが、塗装に支障のないところまで作業を行いますので、ここで全て組み立てません。これは私のやり方という前置きでお話しします。どういうことかというとですね、例えばですが、キャノピーをそのまま取り付けてしまった時にマスキング作業を行うと、機体を持って作業をしなければなりません。その際もし機体を落としてしまったら、アンテナや機頭管、飛脚など細い部品を破損してしまう可能性が高いですよね。しかし取り付け前なら部品の破損を気にせずに作業できますし、取り回し的にも楽です。もっとも、組み立てる人によって作り方も変わってきますので、これから作業する方法が正しいというわけではありません。あくまでも、やり方の一つとして見てくださいね。前置きが長くなりました。それでは作業を始めます。まずは操縦席を組み立てます。機体の中に入る部分なので、
先に組み立てますね。もう何回もやっていることなんですけど、組み立てながらの撮影って結構難しいですね。夢中になって作業をしていると、画面の枠から外れてしまうし、枠に中に収まっても映像を確認したらピンボケしていたりと、今後の課題ですね。さて、操縦席が組み終わりましたので、胴体に組み込んでいきましょう。片方の胴体と操縦席をしっかり位置を合わせて接着剤で固定します。その後もう一方の胴体を合わせて閉じるように接着します。ちょっと待った。うっぷ主？ささら、これどうするつもりだ？やっちゃった。まだ接着剤乾いていないから、今なら左右の胴体を剥がして部品を入れたらなんとかなるだろありがとう。やってしまいました。せっかく前回の動画で解説したのに組み立てに夢中になってすっかりと忘れていました。でも慌てない。これはリカバーできますので改めて。はい、胴体部分完成です。前回胴体から組み立てると言いましたけど、順番は別に問題ではなかったですね。説明書の通り最初に組み立てても作業に影響はない様子。主部分のエンジンカバーと、下のクーラー部分を組み立てた後機体に取り付けます。それとですね、尾翼を組み立てる際に、尾翼の位置調整のため、当初仮組みでは触らないようにしておこうと思った。尾翼支えを切り出してわずかに接着剤をつけて取り付けました。なぜ尾翼支えがこの段階で必要だったのかですが、それはここで尾翼の角度を調整しないと、尾翼支えをつけるときに、組み立て時に尾翼支えと尾翼との長さが合わなかったら、尾翼支えがつっかえたり、片方が浮いたりと組み立てられないので、この段階でしっかり合わせます。尾翼と支えを組み立てた後にこのように接着するまで負荷をかけておきます。最初の組み立て作業が完了しました。接着剤が乾いたら次の作業のためにマスキングをしておきます。コックピットの後ろ部分はマスキングテープを切り出したもので、前の方はティッシュを詰め込んでおきます。それと念のために、ティッシュの穴にもマスキングを施します。これで次の作業に入れますね。さて、ここからの作業は、合わせ目ができていますので、縦をつけて埋めていきます。それでは作業に入りましょう。今回も使用するのは、ポリエステルパテです。主材と硬化剤を練り合わせるタイプですね。ラッカーパテと比べて匂いや練り合わせの点で使いにくい点もありますが、硬化後にほとんど引けませんので今ではこちらを使っています。ポリエステルパテが固まったら紙やすりで削っていきます。やすりがけ作業終わりました。この後にサーフェーサーを全体に拭きます。サーフェーサーを拭くと、傷や処理できていなかった溝などが見やすくなりますので、もし不具合があればその時に修正します。というわけで、今はこのまま進めていきます。ここから回収作業になります。回収作業とは言っても、このキットはかなり出来がいいので、特に手を加える箇所はないのですが、前回お話ししたように、72分の1の飛行機模型の宿命である、穴の開いてない機銃口。今回はその機銃口を再現したいと思います。今回の回収はこれだけです。しかし、最初は部品に穴を開けて済まそうと思ったのですが、ご覧の通り、かなり細い部品の上、先端部分がくびれていますので、強度的にも大きさ的にも難しいと思えます。ということで金属パイプで実作してみようと思います。もっとも、こちらもかなり難易度高いですけどね。材料はこちらです。まあ、適当に使えそうなものをピックアップしただけですけどね。前にも、試練の時に 20mm 機関砲を真鍮パイプで4本ほど製作しましたが、今回は先端部分がちょっとくびれていますので、同じような方法で作ることはできません。
ということで、いろいろ試行錯誤で失敗もしましたが、とりあえずこの形で落ち着きました。思いつき&手作業で作成しましたので、じっくりと見ると左右非対称だとは思いますが、小さい部品なので、なんとかそれっぽく見えると思います。どのように作ったのかはこれから解説します。使用した材料は、真鍮パイプ、外径 0.9mm、内径 0.73mm のもの。もう一つは外径 0.6mm、内径 0.4mm の真鍮パイプです。もしかしたら、0.6mm の真鍮パイプは、同じ太さの真鍮線でも良かったかもですが、それと瞬間接着剤は必要ですね。まずは2つのパイプを瞬間接着剤でつけます。重厚を再現するので、浅めに接着します。まあ感覚が頼りですけどね。次に適切な長さに 0.9mm パイプを切り、先端の 0.9mm 部分と 0.6mm との接合部付近を、金属やスリのビットをつけたルーターでガリガリと削ります。フリーハンドなので、正確性は期待できないですが、ここで先ほど削った部分を重工部として、重心部の 0.9mm パイプと瞬間接着剤で固定します。こうして今回の、なんちゃって MGFF20mm 機関銃の完成です。このやり方はもう少し洗練すれば、正確に機関銃が製作できると思いますので、次回作ることがあれば、今回のものよりもいいものができると思います。何回も作業をして回数を重ねると、正確性も増しますからね。以上が今回の真鍮パイプを使った機銃の作り方です。ただ、説明しておいてなんですが、安全な作業ではありませんので、この作業をするときは自己責任でお願いします。くれぐれも怪我には注意してくださいね。予定と違いますが、この段階で瞬間接着剤で主翼に固定しました。いい感じですね。それとついでに、主部分の MG17、7.92mm 機関銃の銃口もここで開けておきましょう。やり方ですが、まずは毛書き針なので、ドリルを当てる箇所に穴を開けておきます。その後に 0.6mm のドリルで穴を開けます。穴は浅めで大丈夫です。先ほどの 20mm 機関銃の作業に比べるとかなり楽です。はい、作業完了です。これで回収作業も完了です。今回はここまでです。ちょっと予定が違ったけど、なんとかなってよかった。キットの重心に穴を開ける方も難しそうだったので予定変更したんだけど、強度も増したのでかえってよかったかもだね。次回は塗装がメインになるね。任せて。それでは、最後までご視聴していただき、ありがとうございました。また、次回の動画でお会いしましょう。